こんにちは、ゆうすけです。ここは上野と浅草の間ぐらいの住宅街です。今はまだ寒いですけど、もう少しで暖かくなるはずです。日本では春は入学、就職の季節です。でも働くっていうのは大変ですよ。会社で働くことで一番大変なのは人間関係ですね。どうしても自分と合わない人はどこにでもいますからね。まあそれは日本だけじゃなくてどの国でも同じでしょうけどね。少人数の会社は別として50人100人とかたくさん人がいると必ず自分と合わない人がいます。それでも僕が長く会社で働き続けられたのは、自分と合わない人がいるのは当然と考えてたからです。多くの人がそう考えるのが普通でしょって言うと思いますけど、それが正解だと思うんですよ。諦めるっていうとなんか良くない言い方かもしれませんけど、そもそも人間っていうのはそういうものなんですね。全員とうまくいくことなんてないんですね。同じ言葉を言っても笑う人もいるし怒る人もいますよね。なぜかっていうと、言葉の捉え方は人によって違うからなんです。時々冗談を理解できない人がいますよね。言葉をそのままで理解する人。まあ僕の冗談が面白いかどうかは別として、僕は冗談が通じないロボットみたいな人が苦手で、そういう人と一緒に仕事をしなきゃいけないのは本当に苦痛でした。そもそも冗談っていうのは話を面白くするために事実ではないことを言うってことですけど、冗談を理解できない人は冗談を間違った情報と受け取ります。そういう人は言葉は意思や情報を伝えるためのただの道具としか考えてないです。子供の頃喧嘩したりスポーツで相手の考えを読んで動いたり、そういう経験によって他人の意図を理解する感性が養われるんですね。その感性が育たないまま大人になるとロボットみたいな人になっちゃうんですね。ちょっと難しい話になりますけど、働きアリの法則っていうのがあって、262の法則とも言われてます。一つの集団では 20% のアリは一生懸命に働く、 60% は普通に働く、 20% はサボる。
これはアリだけじゃなくて、人間を含めた集団生活をする多くの生物に当てはまります。じゃあ一生懸命に働く 20% を集めればみんな一生懸命に働くのかっていうと、そうじゃないんです。一生懸命に働くアリだけを集めても最終的に一生懸命に働くのは 20% だけ。逆にサボっているアリだけを集めても結果は同じです。262、これは自然の摂理です。この法則をもとに考えると職場の人たちの考えがわかります。会社にいる人の 20% はあなたが好きで 60% はあなたを普通の人と考えて 20% はあなたが嫌い。たとえ努力して自分を変えても結局 20% の人はあなたが嫌い。それが自然の摂理だとしたら気にしないこと。消すことができないあなたを嫌いな 20% を気にするよりあなたを好きでいてくれる 20% を大切にすることが重要です。どんなに人気がある人でも 60% の人は何とも思ってませんし 20% の人はその人が嫌いです。人間関係っていうのは全員とうまくやろうと努力するよりも自分に好意的な 20% の人とどのような関係を築くかが重要だと思います。はい、今日の動画はここで終わりです。それじゃまた。